FM 鎌倉でパーソナリティを務めている月野奈美さんのリアル鎌倉ナビ。今日は奈美さんにリアルで鎌倉を案内してもらいます。平日だというのに鎌倉はすごい混雑。ちょっと裏通りに入ると歩けるのよということで、奈美さんが裏通りを案内してくれる。もうね、こういうのがいいんですよね。向かって左が金木犀、こちらの右側が銀木犀って言うんですって。奈美ちゃんはいろんなことを知っています。まずはこちらカフェミルクホール。ずいぶん昔からある老舗カフェ。今でもたくさんの人が訪れるそうですよ。1階のテラス席が気持ちよさそう。そして2階はギャラリーになっているんですって。今回はランチタイムがあるためスルーしましたが、次回は伺ってみたいと思いました。新しいお店もたくさんできていて、奈美ちゃんも入ったことがないっていうこちらのカフェもテラス席でとても気持ちよさそうでした。そしてこのカフェの奥の方のこのクスノキの中にはたくさんのまた老舗レストランが入っているそうですよ。美味しそうなお店がいっぱい。奈美ちゃんは子供の頃からこの鎌倉に住んでいます。そして食いしん坊の奈美ちゃんでもあり、私と同じですね。美味しいお店をたくさん知っています。こちらのこのレストランも美味しいそうですよ。この寿司ビストロは新しくできたお店で、まだ行ったことがないそうですが気になっているそうです。可愛らしい緑色の屋根は古くからある教会だそうです。山形県のワインとイタリア料理のお店も発見しました。こちらはフォアグラのオムレツのお店、ちょっと気になりますね。このカレー屋さんは奈美ちゃんおすすめしていました。美味しいそうですよ。名前はサムライ、覚えやすいですよね。鎌倉人気スイーツといえばくるみっこ。鎌倉ベニヤならではのくるみっこを使用したスイーツや、小町横露店で焼き上げるお菓子の甘い香りが店内に漂っています。居心地の良い空間とカフェ。奈美ちゃんおすすめはここでしか買えない切り落とし。早く行かないとすぐになくなっちゃうそうですよ。鎌倉小町通りは満杯なのに、ちょっと裏道に入るとこんなにガラガラ。やっぱり裏道が最高。線路も空いてるでしょ。線路を渡ったところにアンティークショップがありました。このアンティークショップもずいぶん前からあるそうです。いろんなものがごちゃごちゃしていて、それがまた粗雑で可愛いなっていうふうに思いました。招き猫がいましたね。日本遺産になっている寿福寺です。頼朝の妻北条政子が頼朝の死後、頼朝の父である義朝の宮廷跡に創建したお寺になるそうです。山門から石畳の参道が中門まで続いていて、なんとも気持ちのいい空間でした。もう10月の中旬を過ぎているのに、なんとも暖かい今年の秋。全然紅葉はしていませんね。このお寺の僧侶栄西は日本に茶の文化を広めたことでも有名で、栄西が書いた喫茶養生記という本がこのお寺の宝物になっているそうです。栄西は比叡山の高名な僧ですが、中国で学んだ禅を広めようとしてこちらの鎌倉に59歳の時に来たそうです。その栄西を歓迎したのが頼朝家や北条政子ということですね。そして高名な方々のお墓があるというところに奈美ちゃんに連れて行ってもらいました。こちらが北条政子のお墓だそうです。この時代のお墓が今も残っているって、なんだか鎌倉ってすごいなってやっぱり思いました。ここは絶対に奈美ちゃんがいなければ来なかった場所だと思います。そして時々こんなホラー穴のような面白い道があるんですよね。向こう側に抜ける道。これは鎌倉ならではだと思います。さて、1時間ぐらい鎌倉をお散歩した後は美味しいランチです。奈美ちゃんとお散歩に行ったので、こんなに近くだとは思わなかったんですが、鎌倉駅より徒歩4分、小町通りの喧騒を抜けたところに
ひっそりと佇む一軒家のレストランです。インド南東部の海辺の町ボンディシュリー。インドとフランスの文化が色濃く混じり合うこの町のように、フランス料理の技法をベースに南インドのスパイスを融合させた新しい感覚のフレンチ、楽しみです。しかもナミちゃんのおかげで個室を用意してくださいました。まだ若いシェフはとってもフレンドリーで素敵な方でしたよ。まずは前菜。私はリクエストして生ものがいただけないので、こちらのサラダをいただきました。2皿目はスパイスの効いた舞茸のスープ、そしてメインは季節のお魚サバをいただきました。どれも絶品。デザートが美味しいのも必須ですよね。そしてデザートにもやっぱりスパイスが効いていました。食後の口直しにスパイスにお砂糖がコーティングしたものが出たのですが、これは初めて食べるお味でした。詳しいスパイスは説明できませんが、どれも絶品で食欲の秋満たされました。バスで10分ぐらいのこちらの画廊にお邪魔しました。本来ならば展示をしてあるらしいのですが、今日はお休みということで、このお家だけね拝見しに来たんです。猫ちゃんかわいいでしょう。招き猫ちゃん。こちらの作品は前回の作品が残っているっていうことで見せていただいたのですが、まるでこのお家に昔からあったような作品です。窓からは季節の緑が美しく見えています。こちらに吊るしてある作品も前回の作品だそうです。いい感じに枯れていますね。10月の中旬過ぎているというのにまだ外は緑。これが紅葉をしてくる頃にもまた素敵な景色になるんだと思います。オーナーのセンスが行き届いたこの空間に若いアーティストの方々は無料で展示ができるそうなんです。本棚にはたくさんの美術書などもあって、この空間で本を広げていたらうっかり時間を忘れそうです。とても良い条件の画廊なので予約でいっぱいだそうです。そして時々ワイン会なども開くそうです。いろいろな国のアンティーク家具があったのですが、全部がマッチしていてセンスが光る空間でした。帰りはお散歩しながら歩いてみましょう。こちら本当はここに来たかったんですよね。今日はお休みということでとても残念でしたが、これから秋の紅葉も始まり、次回はぜひここに行ってみたいと思いました。国指定重要文化財の一条恵観山荘です。これから紅葉の季節が最高だと思います。また少し歩いていくと竹のお庭で有名な報国寺があります。本堂には釈迦三像、境内には孟宗竹が約2000本もなっていて、竹林があり観光名所になっています。竹寺なんていう風にも呼ばれて親しまれています。ここには多くの観光客の方がいらっしゃいました。ミシュラングリーンガイドジャポンで三つ星の評価を得て、海外からもたくさん注目を集めているそうです。外国人の方もたくさんいらしてました。こちらの庭は創建当初の石庭を再現した山や川の様子を石で表した枯山水です。このお庭だけでも十分に美しいのですが、やっぱりここは竹林、竹の庭も拝観料400円を払ってでも見る価値がありますよね。こちらは先ほどの北条政子と同じ鎌倉地域に多く存在する横穴式のお墓です。ここからが竹の庭です。竹は季節や天気、時間帯によってその見え方が変化するそうです。竹の間に差し込む日差しや雨の日に浸る雨水、風で揺らいできしむ音など、竹のさまざまな様子をこの庭から垣間見ることができるそうです。この奥にはお茶をいただけるカフェがありました。この和の空間が外国人に人気があるっていうのもごもっともだと思いました。お散歩を楽しんで小町通りの方まで戻ってきました。ナチュラル化粧品として人気のあるおさじ、こちらカフェもあるんですね。小町通りの裏路地にある元芸者の置屋をリノベーションにしたおさじが経営する円相。やはりたくさん歩いた本日の締めは
体に優しいスイーツです。このお店のコンセプトは、体をめぐる熱さ、吹き抜けていく冷たさ、生命力を感じる硬さ、ほどけていく柔らかさ、視覚、感覚、音、香り、私たちが今日一日で五感をフル活用して味わった、そんな感じのスイーツをいただきました。鎌倉癒しの女子散歩、いかがだったでしょうか。美味しいものをたくさんいただいて、秋を十分に楽しみました。混んでいる小町通りを抜けて裏路地散歩、これはね、絶対におすすめです。なみちゃん、ありがとうございました。私は鎌倉から横浜に移動して、横浜の夜景を楽しみながら鎌倉散歩を振り返りました。月野奈美さんの奈美の鎌倉ナビは毎週水曜日の13時半から14時まで、再放送は21時から21時半までです。奈美ちゃんのたくさんの鎌倉愛があふれた番組、ぜひお聞きになってみてください。